ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍の領土奪還が大幅に進展しました。ヘルソン州の州都ヘルソンについにウクライナ軍が入城したのです。これに伴ってドニプロ川西岸地域におけるロシア軍の支配地域はなくなったこととなり、取り戻した領土の広さは4000平方キロメートル以上だと言われています。今回はウクライナ軍の勝利についての解説を行っていこうと思います。それではまずは地図を見ながら取り戻した領土の大きさを確認しましょう。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です。ほんの数日前までウクライナ南部戦線においては、ドニプロ川西岸地域にロシア軍の占領している地域は結構ありました。しかし、ロシア国防省がこの地域からの撤退を公式に表明した後においては、一気にロシア軍は実際に撤退を行い、ウクライナ軍がこれを追いかけるといった形になりました。そのためウクライナ軍は大きな抵抗を受けずに、この地域の奪還に成功したのです。現在のところドニプロ川にかかっている橋は、ロシア軍が逃げる際に自ら爆破しており、ドニプロ川を渡るのは非常に困難な状況です。逃げ遅れた兵士やいわゆる潜伏している兵士、もしくは諜報員といったものはいるようですが、全体的に大部隊が残っているというわけではなさそうです。ただし、残された罠というのは非常にたくさんありますし、社会インフラに対する破壊活動といったものも盛んに行われたそうです。例えば火力発電所が破壊されたり、給水設備が破壊されたり、テレビ塔や通信施設などが破壊されたりといった具合にして、ロシア軍は壊せるものは何でも壊していくといったことを行いました。また美術品を強奪したり、略奪なども組織的に行っていたことが報告されています。ロシア軍が撤退し、街から姿を消したとなると、家に引っ込んでいた人たちも通りへとどんどんと出てきて、進軍するウクライナ軍を大歓迎する光景というのが各地で発生しました。こうした映像を紹介すると、いやいやこれはウクライナ情報当局によるプロパガンダ映像だというふうにツッコミをされる方がおられるのですが、ここに出てくる人たちの表情や行動といったものを見て、これが演技指導されたものかどうかというのは少し考えればわかることではないでしょうか。ヘルソンの街の中心部には多くの人たちがまだウクライナ軍が到着する前からかなり集まっており、兵士がやってくると大盛り上がりで街の解放を祝っていました。なお、ロシア軍は撤退するにあたってドニプロ川を渡るための橋や仮設橋、そして浮き橋などについて破壊できるものは破壊し、東岸地域へと持っていけるものについては全て持っていきました。ウクライナ軍がドニプロ川を渡るのは現在のところ不可能だと考えた方が良いでしょう。この写真はヘルソン市にあるアントノフスキー橋です。すぐ近くに鉄道橋もあるのですが、こちらもロシア軍が爆破していきました。これまでウクライナ軍はハイマースの遠距離攻撃などによって通行ができないようにはしていましたが、完全に崩落するまでは攻撃してきませんでした。ロシア軍がここまで徹底的に破壊するということは、もうそもそもドニプロ川を渡った先で自分たちが進軍できないということをようやく認めて守りに徹するという考えになったのでしょう。ロシア側は今回の撤退は全てうまくいったと表明しています。しかし、全てが全てうまくいったというわけではありません。現地から上がってくる動画の中には、鹵獲したヘリなどが映っており、ヘリを鹵獲できたのは今回が初めてなのではということもちょっと思います。ただし、このヘリというのは、もともとはヘルソンの基地にあったウクライナのもので、ロシア軍の侵攻によって避難させる前に奪われてしまったものだそうです。それ以外にも弾薬などが残されてはいますが、イジュームやリマンを奪還した時に比べると大規模な弾薬集積庫などはちょっと見当たらないようです。ロシア国防省は今回の撤退は非常にうまくいったと自画自賛しています。実際今回の撤退はイジュームやリマンをウクライナ軍に奪還された時に比べればはるかに整然とした撤退だと言えたでしょう。逃げ遅れた動員兵が蹴散らされてしまったであるとか、川を渡るためのポイントにウクライナ軍が猛烈な攻撃を仕掛けてかなりの死傷者が出たことなど、ロシア軍にとっては非常に些細なことなのでしょう。さて、今後の展開なのですが、ドニプロ川は水量が非常に多い大きな川です。川幅も非常に広く、ロシア軍の見ている目の前でいきなり突破作戦を行うのはほとんど不可能と言ってよいでしょう。しかしこれはロシア軍についても全く同じことで、川を渡ろうとして船や浮き橋を用意したとしても、あっという間に砲撃されて撃沈されてしまいます。どちらにとってもドニプロ川を渡ってさあ相手側に攻め込もうという作戦はほぼ不可能になったと言えます。ですからこの場所における戦いは一旦終わりで、
他の場所での戦いが激しくなることはほぼ確定しています。それではウクライナ軍にとってどこに次の主力を向けるのが考えられるのでしょうか。まず第一に考えられるのがザポリージャ州です。ザポリージャ州はヘルソン州の東側の州で原発もあります。南へとずっと進軍していけばアゾフ海へと到達します。海に達することができれば無人の水上ドローンを駆使することによりクリミア大橋に対する強襲攻撃が行えるかもしれません。またそれだけではなくロシア軍の東西分断を図ることもできます。ザポリージャ州から東へと進めばドニプロ川へと向かうこともできますから、ドニプロ川の東側から向かって進軍することでヘルソン州を解放することへとつながります。ただしこの第1のザポリージャ州というのはロシア軍にとってもきっと来るだろうと考えている想定ラインであり、待ち受けているロシア軍もかなりの数いると考えられます。次の選択肢はドンバス地方における領土奪還です。この地域にはロシア側が作った傀儡政権があり、他の州と同じようにこれらの領土についてもロシア側は領土の併合を勝手に宣言しています。だからこそ積極的に領土を奪還してロシア軍を追い払う必要があります。このようにウクライナ軍が主導権を取って戦いを続けるといったことができればロシア軍をじわじわと追い返すことができるでしょう。ただしロシア側もそのようなことが分かっていますから、引き続きプーチン大統領は大量の動員兵を投入するなどのいわゆる人海戦術をもってウクライナ軍を何とか押しとどめ、できれば押し返して占領地域を拡大した状態へと持っていきたいでしょう。ウクライナがヘルソン州の州都ヘルソンを奪還したのは政治的にも軍事的にも勝利だと言えます。政治上の話を言えば、まずこの地域をロシア側は勝手に自分たちの領土だと併合宣言を行っています。ですが、ウクライナがこれを奪還したということは自国領を守れないのかプーチン大統領といういわば国内におけるロシア軍やロシア政府に対する批判へとつながります。軍事的な面にいても忘れがちなことなのですが、ロシア軍は侵略している側で、クリミア半島から進軍してきた部隊がドニプロ川を渡ってヘルソン州を占領し、その先のミコライウやオデーサを占領を目指していたのです。これらの進軍の意図というのは、ウクライナの黒海沿岸を占領し、ウクライナを内陸国にしてしまうという狙いがありました。しかしその狙いは今回完全についえることとなります。ただ、今回のロシア軍の動きを評価しなければなりません。それは一体何かといえば、撤退するぞとなってから実際に撤退するまでの期間や残していく兵器の量、そして投降する兵士の少なさといったものを見ると、計画的な撤退準備というのは粛々と行われていた可能性が非常に高いのです。このことが示しているのは、ロシア軍がまともな軍事的な判断をしたということです。これまでロシア軍の軍事的な活動というのは、プーチン大統領の命令だろうなと思えるような非常に不合理な全体戦略が立てられたり戦術を用いたりもしていました。ですから、ドニプロ川西岸地域をずっと占領し続けるという軍事的に圧倒的な不利な状況というのを政治的な理由によって続ける可能性があったわけです。プーチン大統領はここが俺の領土だと宣言したものだから、そのメンツを守るためにこの地域にこだわり続けるのではないかといったことが考えられたわけです。ところが今回そうした政治的なメンツを一旦横に置いて軍事的な正しい判断、撤退という行動を取ったわけですから、ロシア軍が少しまともになった可能性があるわけです。これは非常に厄介なことです。もしもロシア軍に少しまともな判断ができるようになってしまった場合においては、非常にいやらしい戦略を取ってくる可能性があります。それは動員兵をどんどんとつぎ込むことによる消耗戦を強いるという可能性です。すでにバフムート戦線においてはそのような戦略が取られ始めているわけですが、全戦線においてそのような行動が取られて、兵士の使い捨てを全く気にしない連続攻撃といったものが始まった場合においては、ウクライナ側にも消耗が出ますから、非常に厄介なことになります。今回のロシア軍の撤退があくまでもレアケースなまともな判断で終わるのか、それとも今後ロシア軍が正常化してしまう非常に危険な兆候なのかについては、これからも継続して見ていく必要があるでしょう。そうした今後の懸念点について考えるのは一旦横に置いておくとしても、少なくともウクライナ軍の領土奪還が大幅に進んだというこのことそれ自体はまずは祝うべきでしょう。何しろ忘れがちなことなのですが、ウクライナとロシアの国力は圧倒的な違いがあり、本格的な侵攻が始まったその当初においては
1週間とウクライナは持たないだろうとさえ言われていたのです。それが現在では少しずつではありますが、確実に領土を奪還しているということ、それ自体が本来であれば歴史的な出来事の真っ最中だとも言えるのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。